皆さんこんにちは、ゆいです。こんにちは、あきらです。あきらさん、最近私の周りで引っ越しをする友達がすごく多いんですよ。確かに今の季節は引っ越しが多い時期ですよね。新しい仕事が始まったり、生活が変わったりする人が多いですから。そうなんです。でも、一人暮らしを始めるんじゃなくて、彼氏や彼女と一緒に住み始めるカップルが多いんです。なるほど。恋人と一緒に住むこと。日本語では同棲と言いますね。はい、同棲です。実は今日、この同棲についてあきらさんと深く話してみたいなと思っていたんです。同棲についてですか。それはまたすごくリアルで面白いテーマですね。ええ、だって2人で同棲を始めるタイミングって男女で考え方が違いすぎませんか？確かにそうかもしれません。結婚の一歩手前だからこそいろいろな葛藤がありますよね。そうなんです。同棲したことがある人なら絶対に共感できるポイントがたくさんあると思います。わかりました。今日は男と女それぞれの視点から同棲のタイミングや不安についてゆっくり話し合ってみましょう。はい。リスナーの皆さんも自分の経験や意見を思い出しながら聞いてみてくださいね。じゃあまずはゆいさんに聞いてみたいんですが、女性にとって同棲を始めるというのはどういう意味があるんですか？もちろん人によりますけど、多くの女性にとって同棲は結婚への準備です。ただ一緒にいたいからというだけじゃないんです。なるほど。同性イコール将来の結婚を考えているということですね。その通りです。特に20代後半や30代になると、女性は自分の人生のスケジュールを真剣に考えますから。人生のスケジュールですか。仕事とか結婚とか子供を持つかどうかということですね。ええ。だからもし同棲をしてうまくいかなかったら、すごく時間がもったいないと感じてしまうんです。時間がもったいない。それは男性にはあまりない感覚かもしれません。そうですよね。私の友達でも3年間一緒に住んで、結局結婚せずに別れたカップルがいました。3年は長いですね。別れるとき、家や家具をどうするかも大変そうです。そうなんです。彼女は私の3年間を返してほしいって泣いていましたよ。それは辛いですね。女性にとっては同棲はそれくらい覚悟が必要なステップなんですね。だからこそ彼氏から家賃も安くなるしとりあえず一緒に住まないって軽く言われるとちょっとイラッとしてしまう女性は多いです。あは、耳が痛い男性は多いと思います。悪気はないんですけどね。悪気がないのが一番困るんですよ。結婚の責任は負いたくないけど毎日のご飯は作ってほしいみたいな甘い考えが見えると本当にがっかりします。なるほど。女性は責任や将来の約束を求めているのに、男性は今の便利さや楽しさを優先してしまっているというギャップですね。まさにその通りです。あきらさんはどうですか？男性側の本音を教えてください。わかりました。じゃあ、男性がなぜそんな風に考えてしまうのか、少し説明しますね。男性にとって結婚というのはものすごく大きなプレッシャーなんです。自分の仕事や収入が安定していないと、相手を幸せにできないと考えてしまう人が多いです。それはよく聞きます。でも、完璧に安定する日なんて、いつ来るかわからないじゃないですか。そうなんですよね。でも真面目な男性ほど、今はまだ結婚できないと一人で思い悩んでしまうんです。それでとりあえず同棲を選ぶということですか？ええ、結婚はまだ少し重いけど、大好きな彼女とはもっと一緒にいたい。家賃も半分になるから貯金もできる。とすごく現実的に考えているんです。なるほど。つまり、貯金のためという合理的な理由もあるんですね。そうですね。僕はどちらかというとお金の管理をしっかりしたいタイプなので、その気持ちはすごくよくわかります。
確かにアキラさんは堅実ですもんね。二人で住めば生活費は浮くし、それを将来の結婚資金にするなら女性も納得できるかもしれません。そうでしょ？でも男性は言葉が足りないことが多いんです。その結婚のために貯金しようという一番大事な部分を彼女に伝えていなかったりするんですよ。ああ、それは絶対にダメです。言葉にしてくれないと女性は都合よく使われているだけって不安になりますよ。はい、その通りだと思います。男性のとりあえずは悪気はなくても結果的に相手を不安にさせてしまうんですね。よくわかりました。じゃあ男性が同棲をためらう理由ってプレッシャー以外にも何かあるんですか？一番大きいのは自分の自由な時間がなくなることへの恐怖だと思います。自由な時間ですか。それは男女どちらも同じじゃないですか？そうなんですけど、ここにも少し感じ方の違いがあるんです。詳しく話してみましょうか。よく言われることですが、男性は一人の時間、つまり自分だけの洞窟に入る時間が必要な人が多いんです。洞窟ですか。なんだか面白い表現ですね。仕事から帰ってきて、誰とも話さずにゲームをしたり、ぼーっとしたりする時間ですね。それがストレスを消すために必要なんです。なるほど。でも同棲すると常に同じ部屋に彼女がいるから、その洞窟がなくなってしまうんですね。その通りです。だから、彼女のことは大好きだけど、一人になれる空間が消えるのが怖いと感じる男性は多いです。でもそれって女性も同じですよ。私も一人で好きなドラマを見たり、美容の時間を楽しんだりする一人の時間が大好きです。あ、ゆいさんもそうなんですね。じゃあ、ゆいさんは同棲したら、自分の時間がなくなるのは心配じゃないですか？もちろん心配です。それに女性が失うのは時間だけじゃないんですよ。気を抜く瞬間もなくなってしまいます。気を抜く瞬間ですか？例えば、どんな時ですか？例えば、休みの日にノーメイクで古いパジャマを着て、ベッドでポテトチップスを食べながら一日中ゴロゴロするみたいなことです。なるほど。彼氏の前ではずっと可愛い彼女でいないといけないというプレッシャーですね。そうなんです。最初は頑張れますけど、毎日続くと絶対に疲れてしまいます。お互いにありのままの自分を見せられるかどうかが最初の壁になりそうですね。ええ。だから部屋を探すときは、家賃が安くても狭いワンルームより、それぞれの部屋がある間取りを選ぶのが大事だと聞きます。それはすごく実用的なアドバイスですね。物理的な距離が心の余裕につながるんだと思います。あと、同棲を始めるときに一番揉めるのがお金と家事の問題ですよね。間違いありません。特に生活費をどう分けるかは絶対に避けては通れない問題です。おきらさんはもし同棲するとしたら、お金はどう分けるのが理想ですか？うーん、僕は完全に半分ずつ、つまり割り勘にするか、収入の割合に合わせて分けるのがフェアだと思います。収入の割合に合わせるというのは、お給料が多い方が少し多めに払うということですね。はい、そうです。共通の口座を作って、毎月そこにお金を入れて、家賃や食費をそこから払うのが一番スムーズじゃないかなと。それはすごく合理的でいいですね。でも女性側からすると少しモヤモヤするケースもあるんです。そうなんですか？どんな時にモヤモヤするんですか？生活費は完全に割り勘なのに、料理や掃除は全部女性がやっているというカップルが意外と多いんですよ。ああ、なるほど。お金は半分なのに負担は女性の方が多いということですね。それは確かにフェアじゃないです。そうなんです。女性も同じように働いているのに、家に帰ってから家事という第二の仕事が待っている感覚になってしまいます。それは不満が爆発しても当然ですね。お金のことだけじゃなくて、家事の分担もセットで話し合わないと危険だということです。家事の分担。日本語では
家事分担と言いますが、これこそが同性の最大のテストだと思います。結婚前の適性テストみたいなものですね。相手がどれくらい協力してくれるかが見えるから。ええ、よく男性が俺も手伝うよって言うじゃないですか。はい、言いますね。優しさのつもりで言うことが多いと思います。実はその手伝うという言葉に女性は敏感なんです。手伝うってことは、家事は基本的にあなたの仕事だけど、たまにはやってあげるよという態度に見えるんです。うわ、それは盲点でした。二人が住む家なんだから、家事は二人の仕事であって、手伝うという考え方自体が間違っているんですね。そう気づいてくれると嬉しいです。だから一緒に料理をしたり、ゴミ出しのルールを決めたりして、お互いの生活リズムを合わせる努力が必要になります。なるほどな。同性ってただ一緒にいて楽しいだけじゃなくて、生活の共同経営者になるということなんですね。素晴らしい表現です。共同経営者。だからこそ、ここで価値観が合わないと、結婚しても絶対にうまくいかないと判断して別れる女性が多いんです。女性が同性を結婚への準備と考える理由がさらによくわかりました。あきらさんは家事は得意ですか？僕は一人暮らしが長いので、料理も掃除も一通りできますよ。休みの日にまとめて掃除をするのが結構好きなんです。それは素晴らしいですね。そういう男性なら、女性も安心して一緒に暮らせると思います。ありがとうございます。でも、自分のやり方を相手に押し付けないように気をつけることも大事ですよね。ここまでいろいろな問題や不安について話してきましたけど、じゃあどうすればうまくいくんでしょうか？私が絶対に大事だと思うのは、期限を決めることです。期限ですか？いつまでに結婚するかを決めるということですか？はい。例えば、1年間一緒に住んでみて、お互いに問題がなければ結婚しようというふうに最初にはっきり約束するんです。なるほど。期限がないと、さっきゆいさんが言っていたように、何年も無駄にしてしまう可能性があるからですね。そうです。日本にはダラダラ同棲という言葉があります。明確な目的もなく、ただなんとなく長く一緒に住んでしまう状態のことです。だらだら同棲。確かに一緒にいるのが当たり前になると、男性は今のままでも楽しいし、わざわざ結婚しなくてもいいんじゃないかと思ってしまいがちです。それが女性にとって一番怖いパターンです。だから同棲を始めるときに結婚前提なのか、ただのお試しなのか、2人の目的をすり合わせておくことが本当に大切なんです。男性側にとっても、最初に1年という期限が分かっていれば、心の準備がしやすいかもしれません。1年後に大きな決断をするんだという覚悟が持てますし。そうですよね。期限があればお金の貯金目標も立てやすいんじゃないですか？ええ。1年後に結婚式を挙げるとか、引っ越すとか目標があれば、毎月いくら貯金しようという具体的な計画が立てられます。あきらさんみたいな計画的な男性ならすごくスムーズに進みそうですね。でも、こういう真面目な話って意外と恋人同士だと言い出しにくかったりしませんか？わかります。重い女だと思われたくないとか、空気を壊したくないと思って我慢しちゃう女性は多いです。男性も彼女に細かいルールを提案すると、細かくて面倒な男だなと思われるのが怖かったりします。お互いに遠慮しているんですね。でも一緒に住む契約書、つまり家の契約をする前にちゃんと勇気を出して話し合わないといけませんね。そうですね。話し合いを避けて同棲を始めるのが一番リスクが高い気がします。はい。もし話し合いをして彼氏がめんどくさがったり怒ったりするようなら、そもそも一緒に住まない方がいいとすら思います。厳しいですが事実ですね。コミュニケーションがちゃんと取れるかどうか、それが一番大事なポイントですね。
ええ。だから今日、男女の考え方の違いがこれだけあるって確認できたのはすごく良かったです。僕も女性がどれだけ真剣に時間や将来を考えているか改めて勉強になりました。さて、今日は同棲を始めるタイミングの男女の違いについてかなりリアルな話をしてきました。お金のこと、家事のこと、そして時間のこと、いろいろな葛藤がありましたね。リスナーの皆さんの中で今恋人と一緒に住んでいる方、あるいはこれから住もうと考えている方はいますか？皆さんの国では結婚の前に一緒に住む文化はありますか？どんな問題が起こりやすいのかぜひ知りたいです。はい、皆さんの経験や意見、そして今日のエピソードの感想をぜひコメント欄で教えてくださいね。今日のポッドキャストが面白かった、役に立ったという方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それから今日私たちが話した会話のスクリプトは一番上のコメントにリンクを貼っておきます。日本語の文字を見ながら何度も聞くことで自然な表現が身につくので、ぜひチェックしてみてください。それでは今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。